こんにちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。新しく始めたジャーナリングという習慣を朝のコーヒータイムに行っています。特別なこととかテーマを決めて書くわけではなくて、その時その瞬間に思いついたことをそのまま書いています。きれいに書こうとかまとまった情報を書こうとかはせずに、家にあった無印良品の再生紙を利用したノートに、なんとなく気になっていることとか、少しモヤモヤしていることとか、絶え間なく訪れる心配事とか、心の奥底にしまい込まずにすべて吐き出すような感じで書き出しています。そうすると、こんなことを気にしていたんだなとか、本当はこうしたかったのかもしれないなとか、別の視点から見えてきたりもします。朝のまだ静かで、あまり余計なことを難しく考える前にジャーナリングの時間を設けていて、温かい飲み物とともにペンを走らせています。朝といえばコーヒーを欠かすことのない暮らしをずっとしてきたんですが、実はちょっと前からコーヒー以外のものも飲むようになりました。例えばカモミールティーとかルイボスティーとか、そういうこれまで当たり前だったこととか、無意識にやっていたことを距離を置いて見直してみるなんていう気分転換みたいなことをやっています。暮らしってそういう小さな見直しの連続なのかもしれません。今回の V キャストではミニタルトを作っています。白ごまのカスタードクリームにいちごを飾った小さなタルト。私は昔からタルトが好きで、中身は何でもいいんです。美味しいタルト生地でさえあれば。好みのタルト生地はちょっと固めで噛み応えのあるもの。どこかの V キャストで話したような気もするんですが、グルテンフリーで作るとなると米粉を使うのが一般的なんですけれども、私は米好みで作ったタルト生地があまり好きではなかったので、ずっと米粉を使わないレシピで作っていたんですね。でも米粉が作る軽さっていうのも欲しい時があって、今回いろいろ試した中で、食感だったり香ばしさだったり、自分の中でしっくりくるものが見つかったので、新しいレシピで作ってみました。こういうレシピの見直しみたいなことがいつもの暮らしの中にも根付いているような気がします。昔は合わなかったものが今の自分にはちょうど良かったりとか、逆に前は好きだったものが今は違って見えてきたりとか、変わることって悪いことじゃないんですよね。むしろちゃんと今の自分にフィットさせて心地よく生きるってことなので、白ごまのカスタードクリームといちごのタルトで使った
レシピには米粉とキャッサバパウダーとタピオカスターチが配合されています。ここまで来るのに何度か失敗もしました。崩れやすかったり風味が良くなかったりとか、その度に少しずつ改良してやっと好きだと思える配合に近づきました。レシピって完成したものだけを見ると最初からうまくいったように、あるいは簡単そうに見える時もあるけれど、実際はそんなことなくてかなり遠回りしています。その遠回りの時間も好きなんですけどね。どうしてうまくいかなかったんだろう、どこを変えたら理想に近づくんだろうって、そうやって考えて試してちょっとずつ良くなっていく過程がすごく面白いと感じるんです。だからスイーツ作りはやめられないんだなと思います。いちごをバラの花のように飾ったタルトを箱に入れて、この日はピクニック気分で食べることにしました。ジョイと一緒に出かけた先は小室山のつつじ園。去年の冬にも一度来た場所でした。その時はつつじ園が殺風景で枯葉と木々しかなくて、どこか寂しい印象だったんですけれど、今回は全く違いました。ツツジが満開でつやつやキラキラして、季節が変わるだけでこんなにも景色が変わるんだなとしみじみ感じていました。何でもそうですが、タイミングって大事ですね。人にも物事にも。せっかくのチャンスだったのになぁと後からがっかりしたとしても、それはその時の自分にはふさわしくなかっただけで、一生機会が訪れないってわけではなくて、きっと準備ができた時に突然やってくるものだと思うから、自分にとってのベストなタイミングを逃さないためにも、日々を大切に暮らしたいと改めて思う今日この頃です。つい先日フォートゥーカフェのテイクアウトメニューを完成させました。その際にテイクアウトに耐えうるレシピにマイナーチェンジするために試作を何度も繰り返して調整して、思っていた以上に時間がかかってしまいましたが、フォートゥーカフェらしいものができたと思っています。手をかけたい、もっと良くしたい、来てくれた人、食べてくれた人に喜んでもらいたい。パティシエのような完璧なスイーツではないけれど、自分の気持ちに嘘のないスイーツになったと、そう信じています。気づけば今年ももう3分の1が終わりました。ついこの前年が明けたと思っていたのに。季節は確実に移ろって、景色も随分変わって、自分だけ何も進めていないような気持ちになる日もあるけれど、実際はそんなはずはなくて、見えないところでちゃんと積み重ねているんだと感じています。ノートに書いた言葉とか、失敗したレシピとか、悩みながら決めたこととか、そういう小さな小さなもの全部が後から形になるんだと信じています。うまくいかない日も、迷う日も、泣きたくなる日も、すべて含めて自分の人生ならどうにか整えながら一歩ずつゆっくり進んでいけばいいかなと、今日もそんな風に思うようにしています。
今回も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次の V キャストでお会いしましょう。